はい、それでは劇チャンネルスタートいたします。今日はちょっとね、ドローンの、開封動画をしてみたいなと思いまして、今回は G-Force さんのレジェーロというね、すごく小型なんですけど、カメラのね、性能がいいやつが出ましたので、これの方を開封動画していきたいなと思います。で、開けていきましょう。最近の G-Force さんのドローンはね、こういう感じでパッケージングがそのまま持ち運べるケースになっているのが多くて、このケース自体もねすごくしっかりしているので、これ自体もすごくいいなと思いますね。実際このケースだけでもね販売してほしいなっていう感じがあります。それでは開けてみましょう。こんな感じ、本当小さなお弁当箱という感じでしょうか。でこちらの方に、コントローラーと本体が入っていて、こちらの方には説明書とか予備の羽、あとはガードですね、ガードとか、あと充電の、アダプターですね、こちらの方が入っております。でこちらが、USB から充電するタイプなので USB の充電のやつと、こちらが、予備の羽ですね。こういう予備の羽と、あとは、直接ね取り付ける、ガードですね。こういう感じのガードと、あとはこのドライバーかな。こういうのも全部ついてるので、大体はもう一通り他の道具ねなくてもできるかなと思います。で説明書の方はこういう感じになってます。ケースが小さいのでね、説明書のね、中の字はちょっと小さいですけど、私もね老眼鏡ちょっと使わないと見えないかなと思いますね。こういう感じですね。で本体がこういう感じ、この袋に入っているんでなおさらちっちゃく感じると思います。では開けてみましょう。じゃんじゃじゃんと、こんな感じですね。折りたたんであるのでやっぱり小型な感じがなおさらあるかなとは思います。でこれをこう開いていってという形になるんですけど、この足が長い方ね、足が長い方を先に開いて、こっちですね、こっちも開いて、でこうやって4つに回すと。大きさ的には、私すごく手が小さいんですけど、手のひらサイズじゃないですかね。私の手がすごく小さいので、電池これ単3電池なんですけど、単3電池分ぐらいな感じでしょうかね。単3電池ちょっとっていう感じです。でバッテリーの方もここにこうある程度内蔵されているこういう小さいバッテリーになってますね。でこれは USB のこっちのジャックですね。ジャックを差し込んで USB で充電するという感じになってます。でこっちのコントローラーの方ですね、ちょっと先にちょっと、送信機の方の電池を入れさせていただいたんですけども、メイン電源がないんですけど、ここのカバーをね開くとメイン電源が出てくるという形になってます。でここねポイントいいなと思ったのが、電池を入れる、蓋なんですけど、大体今までこれプラスドライバーのネジがついてたんですけど、これ結構ドライバーその時持ち出さなきゃいけないので面倒くさかったんですけど、これはここのレバーね、ここのレバーをこうひねると、それだけでこれが開くような形になってます。電池をね先に入れたんですけどね。でもう一つポイントとしては、ここに2つホルダーがあるんですけど、この電池、これの、ちょっとこの指で引っ掛ける方の方を上にこうですね、こういう風にしてやるとですね、なんとこういう感じで持ち運べるんですよね。予備電源を2つとかっていうのも、ここのケースに入れるんじゃなくて、この送信機の中に入るっていうのもポイント高いなと思いました。これね、ちゃんとそれに完璧に作られているような感じがします。でバッテリーの方を入れて、こういう感じで、第一印象としては小型ドローンもここまで来たかという感じぐらいの、精度の良さが感じられます。ここのね足の部分のここのホルダーの
しっかり感とか、あとこれ珍しいんですよ。折りたたみの都合なのかわかんないですけど、横から見ると羽の位置が同じ場所じゃないですよね。後ろの方が羽の位置が低くて、前の方が羽の位置高いっていう感じになってます。だからまあ普通のドローンでいうとこの羽の位置がね同じ場所についてるんで、そこら辺もねちゃんと考えながら、折りたたみを考えながら作ってるのかなというような感じがします。あとは LED がここについて、ここにカメラ手動ですけども、結構真下までカメラが下に向きますので、ここら辺は撮りたいものに合わせて、真下のやつだったら真下に合わせるし、あとは真正面なら真正面、若干上っていうのもできますね。であとこっち下にねカメラがついてるんですけど、このカメラで下のね画像をずれた時に戻すっていう形で安定感を出すためのカメラになってますね。この値段とこの小型さでここまでできたのはすごいかなと思います。私ちなみに、昔の G ホースさんね、今はあれかな、エスパーガっていうやつね持ってまして、これ大きさは大きいんですけど、さっき言った通り下のカメラはないです。で手動のここのホルダーのところもどっちかというとスルスルになっているので、そこもレベルは上がってるし、あといかんせんこの羽ですね、この羽がこれ固定式になってるじゃないですか。でこの固定式になってる羽っていうのはこうぶつかった時に直接羽にダメージが来るので結構折れやすいんですよ。ですけども今回の、レジェーロとか、イングレスとかね、上の後継機結構そういう羽じゃなくて、こういう風にプラプラとした、要はこれだと高速で回ってない限りはこう逃げてくれるんですよね、羽がね。でそのね羽のダメージ、モーターのダメージが少ないという部分で考えられているなと思いました。で操作の部分は説明書の方にはもちろん載ってるので難しいことはないんですけど、日本仕様のモード1とか海外仕様のモード2もボタンの切り替えでできると。ここの部分を押しながらメインスイッチを押すとモードが切り替わるという感じになりますね。私はだいたいモード1でやってるんで、こっちが上下のスロットルですね。分かりやすく言うと、こちらで、上下右手の方ですね、右手の方の上下でヘリが上下とこう上がります。でそれのこの右左手の方の右左がですね、右左がこのやつを右にやるとこういう感じで動きます。でこっちの方の上下でやるとこれが前に進んで後ろに進む。でこれの右左ってやってるとこれがこういうふうにその場で右反転左反転という形、それを組み合わせて、自分の好きなところにね行けるっていうのが、ヘリコプターとかドローンとかの、車とかで大きく違いがあるのは、そこが全部が複合で動くということになってますね。でこんなレジェーロですけども、ちょっとね軽く飛ばせて動画の方も見てみたいと思います。はい、それでは飛ばしてみたいと思います。ボタンの方はね、ここを押すだけで飛びますね。
はい、今軽くね飛ばしてみたんですけど、安定感抜群ですね。いかんせんその今のセンサーですね、センサーがやっぱりどんだけ性能が上がってるんだっていうのがよくわかります。本当に低空飛行でもね、この状態でもすぐ飛ばすことが可能になります。こんな状態の低空飛行もできますね。っていう感じで、本当に低空飛行で飛ばすとね、ここで自分の風で煽られるので結構安定感を取るの難しいし、気圧センサーの加減もねあるんで難しいんですけど、それでもねしっかり飛ばせるかなと思いました。でポイントとしては、ここにねトリムっていうのがあるので、どうしても飛ばした後にちょっと前に進んでいくなっていうんであれば、この後ろ側ボタンで、ちょっと右側にずれていくなっていう場合はこれ左側ボタン、要は行く方側の逆なボタンをちょっと押してトリムを合わせるとなおさら完璧になるし、あとはこのこっちのレバーのねをハの字にするとジャイロリセットされて、その状態の平らな状態の場所に置いてジャイロリセットするとなおさらしっかり飛ぶなと思います。それ以外のねモードもあるんですけど、説明書の方に載ってるし、リアルにねやる場合だとねあまり使わないフリップとか、それは初め楽しいんですけど、ある程度高さがないと危ないのでフリップやったりとか、オリエンテーションモードもどこの角度を向いてても後ろにしたらこっち側に戻ってくるっていうね、こう横向いてたとしても普通だったら横向いてる場合はこっち側を当てかじしないとこっち側に戻ってこないんですけど、オリエンテーションモードだと横向いててもこっちを下にしたら、こっち側に戻ってくるっていうモードです。普通に運転できる人にとっては複雑になっちゃうので、私もあんまりそれはやらないんですけども、大体はね今できるタイプのものと、あとこっちの方に、スロット動きですね、動きの速度域を3段階に調整できるので、ある程度極端な動きをさせて、軽くね家の前のところの外で風が吹いていてもその風に対抗できるぐらいの角度がつくんじゃないかなと思います。こんな感じでとりあえず、簡単ではありますが、G ホースさんのレジェーのね、レビューさせていただきました。今までのね小型ドローンの中でもやはり群を抜いてね性能が高くなっているし、カメラの方もね静止画とかは 4K で撮れるということでかなりすごいなと思いますんでね、ここら辺の方を踏まえてもね、ちょっとドローンやってみたいよっていう方は、今ね結構6月から航空法でねちょっと変わりますので、その変わった状態でも何も問題なく使える 100g 以下っていうのもありますし、こういうのもねちょっと初めにやるにはおすすめかなと思いましたね。あといかんせんねかっこいいですね。ライトもついてるしね、こういうのも含めて、完成度の高いレジェーロだと思います。では今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。